Shame, think something new under the sun. You can't take back them things you already done. はい、こんにちは。今回はですね、買ってよかったものをご紹介していきたいと思います。ジャンルとしましては、インテリア用品だったりとか、あとはアパレル関係のものだったりとか、あとは生活雑貨とかですね。そんなに大物はないんですけども、細々としたものを、紹介していきたいと思います。はい、では早速1つ目なんですけども、こちらですね、ロサンゼルスアパレルの無地 T になります。いろいろ無地 T のブランドあると思うんですけども、その中でロサンゼルスアパレルの無地 T の特徴を挙げるとすると、まず首がめちゃめちゃ詰まっているっていうところと、あとは身幅が結構広いのに対して着丈がそんなに長くないっていうところと、あとは袖丈が長いっていうのが特徴ですね。なので結構ワイドめなボックスシルエットになっています。T シャツの着方って人によっていろいろあると思うんですけども、僕個人的には結構 T シャツはゆったり着たいタイプなので、こういったワイドシルエットの T シャツっていうのはかなり好みです。で、生地自体も 6.5 オンスなので、そこまで分厚くもないですし、全然ペラペラではないっていう感じなので、着た時にですね、肩がスッと落ちるような感じになっています。で、生地はですね USA コットン 100% なので結構頑丈で、洗濯してもそんなに伸びたりしないっていうのも嬉しいところではあります。で、今回購入した色はですね、セメントっていう色になります。限りなく白に近いグレーのような色なんですけども、結構雰囲気があってですね、1枚で着ても様になりますし、ロサンゼルスアパレルの T シャツっていうのは製品染めといってですね、糸の段階で色を染めるのではなくて、製品が出来上がってから色を染めるっていう、染め方をしているので、いい感じの風合いが出てるっていうのもいいところですね。で、こちらのタグ見ていただけると分かるんですけども、ここになんか生産者の、顔が描いているんですよ。これもなんかデザイン的にめちゃめちゃかっこいいと思いますし、なんか野菜とか買う時に生産者の顔って結構スーパーとかで書いてあったりするじゃないですか。なんかそんな感じで、なんか安心感があるというか、なんかいいですよね。はい、では2つ目はですね、また T シャツなんですけども、こちらはユニクロ U のクルーネック T シャツになります。これはね、もう定番中の定番なので、どういう素材でとかっていうのはもう説明省かせていただくんですけども、定番って言われてるだけあってめちゃめちゃいいですよね。生地も頑丈だし、めちゃめちゃ安い。で、ユニクロなんてもうどこにでもあるので、もうすぐ買えるっていうね、こういう利点があると思います。で、白は定番として、1年に1回はね買い足しておくんですけども、今回こちらのベージュをちょっと買ってみました。このベージュはですね、着てみるとかなり肌色に近い、色になっているので、この上にシャツを着たりとかしても肌に馴染んでるので、あんまり主張しなくてすごく使いやすいなっていうふうに感じました。次はですね、こちらのワコマリアのパナマハットになります。これはですね、以前も持っていたのですが、今回改めて、こちらのブラウンのリボンのものを購入してみました。で、ワコマリアのハットっていうのはですね、5つ型があって、全て映画だったりとか、あとは音楽だったりとか、あとはアートとかですね、そういったものをイメージソースに作られています。で、一つ一つクラウンの長さだったりとか、ブリムの長さだったりとかが違って、一つ一つ個性がある、形になっているっていう感じですね。で、その中で今回僕が購入したモデルっていうのはジョニーっていう方になります。名前の通りジョニー・デップをモデルにした方なんですけども、他の方と比べるとですね、ここのクラウンの長さが長くてですね、でブリムの長さが、2番目ぐらいに広かったのかなと思うんですけども、すごくお気に入りの形で、これの冬バージョンの、ラビットファーのものも、実は持っていて、同じ型を何個か持っているっていう感じですね。で、素材はですね、エクアドル産のトキヤグサっていう結構高級素材を使っていて、で日本の職人さんがハンドメイドで作っているらしくてですね、すごく高級感があって、
て、もうかぶるだけでテンションが上がるようなものになっています。ジョニーっていう方も結構前から出てる方なんですけども、全然流行り廃りもないですし、定番としてずっと出てる方なので、一回買ってしまえばずっと使える、長く使えるものなんじゃないかなというふうに思います。これは本当に買ってよかったと思います。はい、次がですね、こちらの D プラスというヘアオイルになります。で今まではですね、こちらの N ドットっていうねブランドのポリッシュオイルを使ってたんですけども、でこれはですね結構値段が高いっていうのと、あとは入手するところが結構限られているので、そんなに気軽に手に入らないっていうところがネックだったんですけども、この間ドンキに買い物に行った時にですね、化粧品売り場をパッと見た時にですね、もう N ドットとほぼ同じようなパッケージのものを見つけてですね、その場でググったんですけども、どうやらですね N ドットとほぼ同じような成分が入っているオイルらしいです。実際これ1週間ぐらい使ったんですけども、ほぼ N ドットと同じような使用感になっていました。若干こっちの方がさらっとしてる印象というか軽い印象はあるんですけども、そこまで気にならないぐらいの違いでした。でそれでいてですね、こちらの値段が900円ぐらいなんですよ。 N ドットの値段が4000円から5000円ぐらいなので、だいたい4分の1ぐらいで買えてしまう商品になります。確かにこれとこれを比べてみると、N ドットは天然成分だけでできているんですけども、どうやらこれは天然成分だけではないらしいんですが、その辺のちょっとした違いだけで、4分の1の値段で買えるんだったら、僕はもうこっちでいいのかなっていうふうに思っちゃってます。そのぐらい似ている商品ですね。でやっぱりこういう日用品っていうのは手に入りやすいか、入りにくいかっていうのが重要なポイントだと僕は思ってますので、これは、見つけてよかった商品だなと思って今回ご紹介させていただきました。はい、では次はですね、こちらの AYO というブランドの枕になります。これはですね Amazon で結構評判が高くて、ちょっと気になって買ってみた商品なんですけども、素材はそんな高級素材とか使ってなくて、ポリエステルの綿が入ってるんですけども、ご覧の通りですね、結構ボリューム感があってふかふかしてるんですね。でポリエステルの綿なので結構通気性もいいので熱がこもらないっていう利点もありますし、あとはこの中を丸洗いできるっていうので衛生面でもいいのかなと思います。でサイズもですね、こちらよりも幅の広いタイプだったりとか、高さが低いタイプ、高いタイプとか結構いろんな種類があるので、自分の体に合った商品を選べるっていうのもいいところだなと思いました。結構ね枕難民だったんですけども、本当にねもうこれは結構いいなと思いました。なんかレビューとか見ると合わなかったとかね、すごいぺちゃんこだったっていうレビューとかもすごく多いんですけども、枕なので、人それぞれ好みとかね使用感とか違うと思うので、一概にこれがおすすめですとは言えないんですけども、個人的には、今のところこの枕で落ち着くのかなっていう印象です。はい、では次はですね、今僕の目の前にあるフロアランプになります。でこれはですねスバンテっていう、フロアランプらしくてですね、ウニコだったりとかクラッシュゲートとかにも置いてありました。なんかいろんなセレクトショップで取り扱ってるみたいですね。土台の部分とかは、真鍮っぽいっていうんですかね、ゴールドになっていて、支柱の部分は濃いめのブラウンになっていて、でシェードが結構生成りのカラーを採用しているので、全体的にヴィンテージライクになっているものですね。でシェードが2枚重ねになっているデザインがすごい特徴的で、電気をつけるとですね、上下が開いているので、その光の線がくっきりと出てですね、これもすごく、おしゃれな空間を、演出してくれるのかなと思います。で電球はついてるタイプとついてないタイプがあるんですけども、僕はついてないタイプを購入して、電球は IKEA のトロールフリっていうものを、着用しています。
これはスマート電球で Alexa とかと連携させて音声で操作できるようにしています。こういった間接照明とかってそこの位置まで行ってスイッチを押してっていうのをねこう何個か繰り返して電気をつけないといけないと思うんですけども、こういったねスマート電球にしておくと音声で一発で全部つくので、これはすごいおすすめですね。はい、では次は今ここの下にあるラグになります。僕自身ラグってあんまり好きじゃなかったんですけども、というのもやっぱり掃除がめんどくさくなるっていうのと、あとはやっぱり不衛生っていうのがねすごい頭の中にあったのでちょっと苦手意識があったんですけども、でこのラグはですねかなり毛足が短いのでロボット掃除機とかも難なく登ってくれますし、髪の毛とかをしていても全然こうやって取れる感じなので、今まで懸念していたポイントが全部クリアされているのでいいなと思って購入しました。でデザインがですね結構ヴィンテージライクなデザインになっていて、このわざとこういった感じでなんかかすれたプリントがされていたりとかしてですね、いい感じの雰囲気にしてくれていると思います。でこれを購入する前にアクメファニチャーの、バイヤードラグみたいな名前のものを1回購入したんですけども、それはネットで購入したんですが、実際家に届いた時にネットで見たのと実際に届いたもののその色のギャップがすごくてですね、結構ホワイト系の色が欲しかったんですが、もうかなりもう黄色に近いようなベージュだったので、ちょっとこれはね部屋の雰囲気に合わないなと思ってメルカリに出して再度これを購入したんですけども、こういったヴィンテージ系のラグは特になんですけども、やっぱりねテンプル実際の目で見ないと色味っていうのは確認できないなっていうふうにもう強く思いましたね。なのでこれからラグを購入しようとする方とかは絶対に店舗に足を運んで購入した方がいいんじゃないかなと思います。はい、では次はですねこちらの筋膜リリースガンになります。これはですね結構前に流行ったと思うんですけども、最近ですね結構肩こりがひどくなったりとかして、なんかいいものがないのかなっていうふうに探してた時にこれを見つけて、購入しました。筋膜というなんか筋肉と筋肉をこう束ねてる膜があるらしいんですけども、そこがこう固まってくると、肩こりがしたりとか血行が悪くなったりとかするらしいんですけども、これを当ててあげることでそれをほぐしてくれるっていうものですね。使い方はすごく簡単で、ここの底の部分のボタンを長押しするとこういう感じで動くので、これを患部に当ててあげるっていうだけですね。でこれ4段階強さがあるんですけども、僕個人的にはもう1で十分なぐらいのパワーがありますね。4にするともう本当に強くて痛いなって感じるぐらいのパワーです。実際に使ってみて肩こりもだいぶ楽になりましたし、なんか血行も良くなった気がしてすごくいいなと思いました。価格も4000円から5000円ぐらいでそんなに高くないので気軽に導入できるのもいいところだなと思いました。